おっすー。おい、ちょうどやってんね。そう、このキャンペーンです。アメリカの企業さんなんでもちろんなんだけど、これ全部英語です。でもね、英語でもわかんないことは、このなんか右クリックして、日本語に翻訳すればいいのよ。ね、見て、コードマックススカフを使用して、一つのセット価格で任意の方法でスカフを取得していきます。じゃあまず1個作っていこうか。ビルドインパクトとビルドプロ。プルステージを構築するっていうのがあるんだけど、このビルドプロっていうのが、普通のコントローラーの見た目のやつです。これはね、背面パドルが2つなんですよね。これです。2つです。まあこれお好みかな。俺はね、普通のコントローラー触りすぎて、まあこういう変な形のやつが良くてこれにしたんだけど、でもまあ俺は思えば、まあ普通の形の方が良かったなって思います。まあこれは好みですね。プレステージってのが Xbox のコントローラーの方になります。まあ今回はプレイステーションのやつでいきますね。まあ Xbox みたいなでかいコントローラーを使いたかったらビルドインパクト。普通のやつでいいなって思ったらビルドプロですね。じゃあまずビルドプロでやっていきましょうか。かっこいいよね。で、まずねこれ、高い。一番高くやってみようか。はい、ここ、まずシェル。この見た目を変えることができます。デザイナーとかね。すごいおしゃれなやつとかあるんだよ。これめっちゃかっこいいよね。これサッカーのやつとか、それっぽいよね。これ多分サッカーのやつだよな。いいよね、これ。こういうの選べます。じゃあ俺のセンス見せちゃうか。おい、ちょっと見てくれ。これかっこよくねえか。これにしようぜ。決まり。はい、これは EMR ってやつですね。さっき見せた磁石のやつです。これは絶対にある方がいい。そうじゃないと、この背面ボタンが設定できないんで、絶対やった方がいいです。多分初期設定は丸と×なんだけど、まあ変えられた方がいいでしょ。いろんなゲームできるし。はい、これはトリガーシステムですね。まあ普通のカチャカチャなるトリガーか、それとも半分まで沈むことができるやつか、デジタルタップ。マウスクリックみたいなやつですね。まあこれ正直どっちかお好みなんだけど、まあ俺はデジタルタップがいいと思う。FPS やるんだったらね。はい、バンパーですね。こちらもデジタルタップかデフォルトか選べます。まあこれはね、俺、今回のスカフデジタルタップにしたんだけど、正直ね、ちょっと感度が高すぎるから、俺はデフォルトでもいいかなって思った。ちょっとね、慣れないと誤爆するかも。でもこれは好みでいいと思う。これも色変えられます。変な色にしようね。赤とかいいね。赤にしよう、赤にしよう。はい、これは、左キノコスティックを選ぶことができます。まあこれは好みです。まあ長くても短くても。で、ドーム状にすることもできます。まあ、正直ね、さっき俺がつけてたアタッチメント、フリークっていうやつを使えば、まあ、ブノーマルでもいいのかなと思うな。まあ、好みです。これフリークとか絶対使わないよっていう人は、このね、右スティックをドームにして長くするっていうのも可能です。まあ、カラーも変えられます。赤とかね、青とかね。まあ、赤にしようか。はい、リング。まあ、黒いか。これは黒で一緒。はい、赤にしよう。目立たせようだ。はい、コントロールディスク。これは十字キーを丸くするか丸くしないかってやつなんだけど、これはなんかいまいち俺、まあやってないから利点がわかんなくて、まあノーかな。まああってもいいな。フルカスタムにしようぜ。ボタンは、このボタンの色を変えることができます。これかわいいよね。ちなみにそのさっきのコントロールディスクをやると、ここのボタンの色を変えても、黒のままです。まあこれはしょうがないね。これが滑り止めですね。この迷彩っぽい感じにするか、このハイパフォーマンスっていうちゃんとしたゴムっていうか、まあゴムっぽいやつになります。このミリタリーグレードってやつ、迷彩柄っぽいやつもなんか結構評価高いんだけど、なんか結構すり減るらしいっていう話を聞いた。まあハイパフォーマンスでいいんじゃないですかね。はい、これは振動除去ですね。ランブルス。はい、これはまあアウトにしたら軽くなります。まあ好み。まあアウトでいいんじゃない？アウトにしようよ。はい、これは2つの種類を選べます。個人的には、こっちにした方がいい。リアクティブ。リアクティブはなんか握り込む形に近くなるからこっちの方がいいと思う。で、右上のバイナウ261ドル。これバイナウすると、はい。会計画面になるんですけどね。ここでさっきのコード、マックススカフを入力することによって、261ドルが199ドルになります。ほとんど200ドル。買いでしょ。まあ、ここ翻訳していこうね。はい、これ翻訳すると、まあこんな感じになります。連絡先情報、自分のメールアドレス入力してください。これファーストネーム。自分の名前ですね。名字、名前です。まあ会社名は入れなくてよくて、この10、これね結構特殊なんだよね。翻訳すればまあ一発でわかると思うんだけど、こう下から見てった方が早い、実は。はい、ここが電話番号で、郵便番号を入力します。で、ここはまあ、
東京都とか、神奈川県とかをここに入れます。で、これ〇〇市ですね。で、次の段階で、まず、番地とかを入力してから、マンション名と号室です。一軒家の方はそのままだったりしますね。ここもね、結構見づらいからね。でも大丈夫。ここはね、ローマ字にして入れればいいから。例を言うと、こんな感じになりますよね。160-0023郵便番号入れて東京都新宿区西新宿新宿6-1-1です。ちなみにここは警視庁なんでね、いたずらしないでください。ざっくり言うと、アメリカの方々はそのまま入力してくれるんで、日本の郵便屋がわかる形でいいんです。そうなんですよ。漢字とかはね、あっちが入力できない可能性があるからローマ字っていうだけですね。できるね。アフガニスタンとか、ね、アンゴラとか、多分中国とかでも全部でいけるから、これぜひ、代行とか頼むのちょっとやだな、お金ないなって時はこれを使うのも手だと思います。スカフコントローラーどうだったでしょうか？日本の皆様はね、いろいろ代行店とかあると思うんですけど、でもね、代行店ね、ちょっと高いんだよね。1万円ぐらい多く取られちゃうから、このスカフコントローラーってよくその公式の方からフルカスタムしたモデルなんだけど、実際にこう買うってなったら、多分320ドルぐらいかかるの。でも、そのスカフがたまにスカフマックスっていうキャンペーンやってるんだけど、それは220ドルぐらいでフルカスタムのを買えるっていうキャンペーンなんで、ぜひこの動画を参考にしてね、スカフから直接買った方が安く済むんで、よかったらどうぞ。スカフゲーミングさん、案件お待ちしております。イギリスの方のカスタムコントローラー、同じくソニーからね、確か認可を受けてるコントローラーがあるんだけど、そのカスタムコントローラーを今輸入してる最中でございます。BBC バトルビーバーカスタムコントローラーって言うんだけど、そちらもね、届き次第レビューしていきたいと思います。じゃあみんな、あばよ！